皆様お疲れ様です。植物大好きアラフィフ DIYer のアンです。今回の動画では弱ってきたサンスベリアを剪定して葉差しをして増やしてみたので、鉢上げの様子までを記録したいと思います。よかったら最後までお付き合いください。遡ること今年の5月、まずは2鉢あるサンスベリアを剪定していきます。葉っぱに張りがなく伸びるだけ伸びてしまっているので、切り戻しをしようと思います。メネデールを混ぜた水を準備します。水に挿しておけば根っこが出てくるのかなと思ったのですが、切り口がドロドロと腐ってきてしまったので、ネットで調べてさらにカットして乾かし葉差しをした方が成功率が高そうだったので、あっさり作戦変更いたしました。このまま2日ほど乾かしておきました。葉をカットする時の注意点は、上下を分かるようにしておくこと。逆さまに刺してしまうと根っこが出てこれないそうです。挿し木用の土に根元だけ刺して葉差し完了です。葉の横に芽が出てくるらしいですよ。水は枯らさないように与えます。屋外の直射日光に当たらない場所で管理をしました。はい、葉差しから3ヶ月が経った今年の8月です。枯れてしまった葉もありますが、こんなね、かわいい小さい芽が見られるようになりました。なんですけど、いつからやってたかな、いつからだろうな、夏前かな、やってたんですけど、ほらこんな風にね、新芽が12345、これも新芽だからね、5でしょ。これは雑草か。5、ここは12345、6出てる。ここは1個だけ。ここは12345、だいたいね5個ずつ新芽が出てるので、この子たちも、根っこがね結構下からビローンと根っこがビローンと出てたりするので、これ雑草の根っこかな、ちょっとわかんないんですけど、中をねちょっと見てみたいと思います。スリット鉢のね小さいやつに植え替えて、また2階で管理しようと思います。もう多分これは冬越えで、外ではね冬は越えられないので、中に入れるタイミングで植え替えをします。ちっちゃいスプーンがないとあれか、スプーンでいいか、どうしようかな。こうやって見ていけばいいか。このすごい、かわいい。この子はこっから出てたのね。でこれはさ、ちょっと切っちゃえばいいかな。ちょっと一回ここにペラーっと並べていこうか。楽しい。ちょっと待って、根っこ傷つけないようにしないとね。ちょっとこう全部をこうほぐしていこうか。やっぱ根っこすごいんだわ。雑草の根っこじゃないんだわ。すごいね、植物ってサンスベリアってこんな増えるんだ。すごい真っ赤な根っこ、すごいね。こんな大きくなったよ。並べていこう。なんかくっついてるよ。こんな、こうやって見ていけばいいか。この、これ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 って見ていけ
すごいね。わあ、すごいね。すごっ。これもすごい。どんどんやっていくね。お、これ見て、2個できてる。ほら、2個。楽しい。見られるやつなんだけど、中はどうなってるか。あ、でももうちょっと待っててもいいのかな。これはもうちょっと待ってようかな。ね。根っこ出てるか見てみようか、1個だけ。あ、ついてるよ。だからこれから芽出てくるかな。もうこのままちょっと様子見ようか。ね、これはこのまま室内に戻して、このまま様子見とこう。きます。すごい土がほらほら、石がさ、すごいね。ちゃんと芽が出ています。こちらの子は土の中にいたのか真っ白。これからの成長が楽しみです。はい、並べていきます。なんかシートの上に並べると盗まれた下着を並べられているニュースをね、思い出してしまいましたが、サンスベリアの根っこって赤いんだなとか、同じ場所で管理していたのに成長の速さが違うのも面白いなとか、いろんなことを感じましたが、スリット鉢に植えていきたいと思います。観葉植物の土に赤玉土とマガンブ系を混ぜたものを使用します。大きく育ったものは一人部屋って感じで植えていきますが、小さい芽は2つから3つずつ1つの鉢に植えようと思います。切ってもいいそうなので切ってしまいます。Some more, but still
時期にねこれから入っていくので芽が出るかは分かりませんが、このまま様子を見たいと思います。水をあげて、たっぷりのお水をあげて、はい、それぞれの位置に置いてみました。鉢がねいっぱいになっちゃったんで、この海岸のこのね海岸の木の棚にも置いて管理します。ここです。こことこことこちらと、あとこの人、あとねこれがね親株です。親株傷む前に救出したつもりなんですが、親株さん3つぐらいあって、この子だけ生き残ってます。早めにね救出してよかったんだけど、はい、こんな感じです。もう捨てられちゃった。